Hey guys! Welcome to おかみず酒 ABC 3代目おかみがお送りする日本史チャンネルおかみず酒 ABC です。今回は酒粕についてお話しします。皆さんは酒粕が何かご存知ですか？酒粕が何なのか、日本人がどんな風に酒粕を使っているのかお話しした上で、外国人の皆様により親しんでいただくために簡単なレシピやビーガンレシピをご紹介していきたいと思います。 Let's get started! Here we go! 酒粕とは何か皆さんはご存知ですか？過去の動画で日本酒は水、米麹からできていて、それらを発酵させ絞ったものが日本酒になりますとお話しさせていただきました。酒粕とは日本酒を絞った後に残る固形物のことです。原材料がお米でできているので、ビーガンの方も安心して食べることができます。では酒粕にはどのような効果があるのか、またその活用方法についてご紹介していきます。まずはじめに酒粕の魅力4つのポイントをお伝えしていきます。まず1番目のポイント、アミノ酸が豊富。酒粕には体内で作り出すことができない必須アミノ酸9種類が全て入っています。アミノ酸は人間の体を作るタンパク質を構成する物質です。食欲のない時や疲れた時に摂れば手軽に栄養を補給することができます。2番目のポイントです。お料理のコク、うまみがアップ。アミノ酸はうまみの元でもあります。料理に使うことでコクやうまみ、風味を与えてくれます。3番目のポイント、コレステロール低下や肥満抑制に効果あり。酒粕に含まれるレジスタントプロテインというタンパク質は体内の余分な脂肪を吸着してそのまま体外に排出するので、コレステロール低下や肥満抑制につながります。また腸内環境を整え便秘解消にも効果的です。腸内環境が整うと免疫力がアップするため、病気に強い体づくりにも大変役立ちます。4番目のポイント、酵素がたっぷり。発酵食品は酵母や酵素、さまざまな菌がでんぷんや糖類を分解するため、うまみや栄養価が高まります。納豆や味噌、キムチも発酵食品の一つです。酒粕も発酵食品であり、100種類以上の酵素が含まれるため消化吸収が良くなって新陳代謝も高めてくれます。酒粕は栄養価が高く、今注目されているスーパーフードです。伝統的な酒粕の食べ方は飲む点滴と言われる甘酒。甘酒は酒粕をお湯で溶いて作る飲み物です。料理としてコク、うまみがたっぷりの粕汁。粕汁はスープの一種です。味噌汁に酒粕を入れて食べます。保存食として魚や野菜を酒粕につける粕漬けです。粕漬けは漬物の一種として考えていただけると分かりやすいと思います。最近では伝統的な食べ方だけでなく、外国人の方の日常にも取り入れやすい食べ方もたくさんあります。今回は酒粕に馴染みがない方でも取り入れやすく簡単なレシピを3つご紹介していきたいと思います。1つ目は飲む点滴と言われる伝統的な食べ方の一つ、甘酒。2つ目は日本酒のおつまみにぴったりな酒粕クリームチーズ。3つ目はビーガンレシピの酒粕アボカドディップです。では酒粕をご紹介いたします。酒粕とはこのようなペースト状のものと少し水分の飛んだ板状のものがあります。ペースト状のものはこのようにちょっと柔らかくなっておりまして、で板状のものはこのように横を見ると板状になった何枚かのものが重なっている酒粕です。この板状の酒粕はこちらのペースト状のものに比べて硬いので、これらを使う場合にはお湯で溶く、酒で溶くなどということをして使っていただければいいと思います。こちらが先ほど紹介しました板状の酒粕です。こちらまだ硬いので、どのように柔らかくするかということを説明していきたいと思います。ボウルに板状の酒粕を入れて、お湯を適量少しずつ流して柔らかくしていきます。このようにして浸してからまた練ってください。このような状態になるまで練っていただくととても使いやすいと思います。では飲む点滴と呼ばれる伝統的な食べ方の一つ、甘酒を作っていきたいと思います。では原材料を紹介していきたいと思います。お水 180cc、 酒粕 45g、
水4に対して酒粕1の割合でやっていくと美味しい甘酒が作れると思います。では分量 180cc の水を鍋に入れていきます。そして 45g の酒粕をお鍋に入れます。そしてこれを火にかけます。火は弱火で低温でじっくりと作っていくのが美味しい甘酒を作るコツなんです。そして木べらにてかき混ぜていきます。温度が高いと酸味が出てしまうので沸騰させないっていうことがポイントの一つです。適温は55度から60度ぐらいです。酒粕が溶けきったら出来上がりです。このように溶けきった状態を湯飲みに注いでいきます。出来上がり。できた甘酒に砂糖、蜂蜜、メープルシロップなど甘みを付け加えても美味しいですし、牛乳、豆乳、ココア、シナモン、生姜などを入れてもとても美味しいと思います。次にご紹介するレシピは酒粕クリームチーズです。日本酒にぴったりだと思います。まず材料は酒粕、そしてクリームチーズ、これとこれを1対1の分量で合わせていきます。そして練ります。酒粕とクリームチーズ、絶妙なコンビネーションだと思います。これが合わされば完成です。とても簡単です。酒粕クリームチーズをバケットにのせていきます。はい、完成です。レーズンやドライクランベリー、蜂蜜、砕いたナッツなどを混ぜ込んでもとても美味しいと思います。では3つ目のレシピ、酒粕アボカドディップです。原材料が酒粕というのはお米でできているのでビーガンの方でも食べられるレシピです。では原材料紹介します。酒粕、アボカドをペースト状にしたもの、そしてお好みで白味噌。酒粕とアボカドのペースト状のものは1対1の割合。この白味噌は皆様のお好みに応じて量を調整して入れてください。これらを混ぜ合わせて硬かった場合には豆乳を入れてください。では混ぜ合わせていきます。酒粕のところにペースト状になったアボカドを入れていきます。そして私はこのくらいの量の白味噌を入れていくのが美味しいので入れていきます。もう少し柔らかい方がいいと思うので豆乳を少し入れていきます。豆乳は加減しながら入れてみてください。このくらいの硬さです。ではちょうどいい硬さになったのでバケットにのっけていきます。酒粕アボカドディップ、ご賞味あれ。今回は酒粕についてお話ししてみました。すべてのものを無駄にしないで使い切る自然の恵みへの感謝の気持ち、リデュース、リユース、リサイクル、リスペクト、それらを日本人はもったいないという言葉で表現し大切にしてきました。日本人のもったいないという気持ちが酒粕を活用する知恵につながったのかもしれませんね。また酒粕のことを知ることで日本酒の奥深さをさらに知っていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 Please subscribe to my channel. See you next time.